はい、こんにちは。今日はですね、前回ちらっとお話ししたんですけれども、ものには境界線っていう線がないというお話をしましたが、ではその境目の部分をどんなふうに処理するかということで、際ですね、ものとものとの境目、際の書き方について、実際に、書きながらね説明していきたいと思います。はい、画用紙を用意しました。でですね、例としてですね、こんな感じの立方体を描く場合のですね、こういうところですね、明るい面と暗い面、暗いと言っても、明るいグレーなんですけど、この、本体が明るくてバックの方が少し暗い、もしくは、明るい面と暗い面、本体の中で接しているところがあるとか、あとはこういうところですね、接地面、床の方が少し暗くて、立方体の方が少し明るいっていうこの境目、こういったところを描く時の実際のその描き方というか際の決め方について、やってみようと思います。どこからいきましょう。例えば、結構ね皆さん明るいところ困ると思うので、この辺を一つ例にとって書き進めていこうと思います。バックと接する、一番明るい、2番目に明るいでバックの方が少し暗いっていうような想定でいってみようと思います。どうしましょう。この辺にしましょうか。とりあえず形を、例えば、角ですね、もうちょっと真ん中にしましょう。はい、ここがその、立方体の角と想定しましょうか。で、右側面、上の面に比べると少し調子がついている、少し暗くて、上の面は一番明るいで、バックがそれに対して少し暗め、バックにも少し調子をつけます。でこの場合のバックは、一応壁という想定でいきましょう。というわけで、垂直面ですね、平らな垂直に切り立ったバックが後ろにあって、平らな垂直面ですね、垂直面に対して、ここは水平面で、ここは垂直面。明るさでいうと、ここが一番明るい2番目3番目っていうような設定で、際を決めていきたいと思います。はい、ざっと調子つけましたけれども、こんな感じでですね、はい、見えますでしょうか。まだ際がはっきりしてないというか、ぼやっとした状態なんですけど、絵を描き進めるにあたって、最初から輪郭線あまり強く引きすぎないという意味でも、だいたいこんな感じのそのエッジの具合、ものとものとの境目、この程度をまず分かる状態でベースになる調子をつけていくといいと思います。で今回の例で言うと、バックは一番後ろなので、少しガーゼで撫でて調子を抑えておきますね。例えばこんな感じで少し押さえておきます。で使ってる鉛筆今 2B ステトラ 2B なんですけれども、この境界線のあたりがこの辺ですね、あまりデコボコ、デコボコっていうのは明るい暗いのムラができないように、少しタッチをね、密度を上げて、はい、タッチの間隔が結構狭いと思うんですけど、密度を上げて描いておきます。例えばこんな感じで、あまり間隔広げすぎないというかね、フラットな色面、グレーの、バックの色面フラットに作っておいた方が後が楽なので、こんな風に少し丁寧にタッチを重ねて、平らな中間色グレーをまず用意しておきます。はい、ただ、結構はみ出ている、この
立方体の上の面って想定してますけど、そこにこうかぶさってるような感じで描いていきます。で、形もね描きながらこう調整しながら直したりしながら徐々にこの角の位置が決まってくるとは思うんですけど、だいたい今回はこの辺にしておきましょうか。でここから具体的にですね角の際の処理をですね決めていこうと思うんですけど、ポイントはこの練りゴムの使い方にあります。練りゴムを的確に使えると際の処理、特に明るい色と明るいグレーのぶつかるところっていうのは、シャープにエッジが立てやすいので、よく、見ておいてください。練りゴムを練ってこういう形にします。はい、先がちょっと尖ってる感じですね。これで際から決めていきます。こんな風にですね、角を決めて、ですぐにこれ黒くなるので綺麗な面を出します。明るく抜きたい時には常に練りゴムの先端は汚れのない面を毎回こう出すようにして、はい、こんな感じですね。はい、見えますでしょうか。練りゴムの先端を使って際を決めていってる。で練りゴムの使い方はこんな感じなんですけど、練りゴムってどうしてもこう抜きすぎるっていうか明るくなりすぎちゃうんですよね。なのでこんな風に抜いた時に、最初上の面少し調子をつけていましたけれども、水平な感じを出すためのタッチですね。明るくなりすぎちゃうので、その後消した後練りゴム使った後にこうやって少しフォローしておきましょう。こんな風に。はい、どうでしょうか際で。次に上の面と、右側面ですね、ここの境目も際を決めていこうと思います。これ上の面今だいたいできているので、側面の方を少し暗くしていきます。鉛筆の先端を使って今度はね、はい、ちょっとやってみます。鉛筆の先端を使って描いていきます。はい、どうでしょうか。で今ちょっとねバックに比べて暗くなりすぎたので、一旦ここガーゼでさっと撫でてから、はい、練りゴムで少し調子をね取っていきます。はい、もう一回ね上の面少し抜くので、見ていてください。で作業する時にはですね、入ってるかな。作業する時には私右利きなんで、右側の手でこうエッジをですね向こう側にこう攻めていくように、こういう向きですね。こういう向きだと練りゴムでこう消そうとしても内側というかこっち側決めていくのって難しいんですね。なので画面の方を回して描きやすい向きにして向こう側のエッジを決めていきます。でこの時なるべくはみ出さないようにしていきたいんですけど、こんな風に少しね消しすぎちゃったりする場面も出てくるかと思います。消しすぎた時には鉛筆でまた描いてあげます。でその際ここの縁だけがエッジだけが濃くならないように内側にぼかしてあげます。はい、こんな感じでどうでしょうか。明るい一番上の面ですね、角がだいたい決まったんじゃないでしょうか。でここと、バックと比べた時に側面の方が少し今暗くなっているので、これ練りゴムで少し明るくします。前にもちらっと言ったんですけど、このね練りゴムの先端の形状が少しこうベロというか下というか、こんな風に少しねこう斜めにこうペロンペロンと動くような、こういうビーバーの尻尾みたいな形状を作ってあげて、で撫でてあげます。こんな風に。
ちょっとこう粉を吸い取る感じなんですけど、暗くしすぎたトーンを少しだけ取りたい時にこんな風なビーバーの尻尾みたいな、パドルみたいな形状で、練りゴムを調整しておいて少し粉を吸い取る感じですね。どうでしょう、さっきに比べて少し明るくなったんではないでしょうか。でやっぱりね、抜く時にどうしてもムラできやすいので、抜きすぎたところはこうやって鉛筆で書いてフォローしてあげます。で次にバックとの境目なんですけども、これはどっちを暗くした方がいいのかな。一応お手本というかね、元このエッジの感じなんですけど、バックの方が少し明るめで、立方体の側面の方が少し暗い方がいいのかな。悩むとこなんですけど、そうですね、今回はやっぱりこっちの方少し暗めで、こっちを少し明るめで、この境界を際を決めていきましょうか。はい、そうするとですね、例えばこんな感じですかね。立方体の側面、右側面の方が少しだけ暗くて、バックよりもですね、少しだけ暗い。でこの時に、バックのトーンがこんな感じで、明るめのグレー調子ですけど、だいたい整っているようでしたら、はい、立方体の方のエッジで決めていきます。こちら側が少し暗いということですね。鉛筆の先端を使って境界を暗くしていきます。その際にやはり際だけが、輪郭だけが強くならないように内側にぼかしていきます。こんな感じですね。でこのぼかし方が足りないと、この、側面ですね、平らな面がこうへこんだような感じに見えてくるので、例えばここが少し明るく見えてたりすると、こう紙の箱がちょうどへこんだような感じに見えてくるので、なるべくフラットな色面になるように、塗りムラがないように少し意識してですね、タッチを重ねていくといいと思います。はい、どうでしょう。こんな感じで、順番で言うと一番明るい、少し暗い、もう少し暗いっていう3調子ですね。明るい、中間、暗いみたいな、3調子の塗り分け、エッジを決める時の、鉛筆の使い方と、あとは練りゴムの、これですね、練りゴムの使い方についてご説明しました。皆さんもですね、形の際を決める時にいつもこう縁取りが強くなってるなんていう方は、今のこの鉛筆の使い方、そしてこの練りゴムの使い方を参考にしてみてください。それではまた。